私のお師匠さんから返信が来て、でそこにね「落ちろ」って書いてあったんです。ペンネームロロコさん、30代の女性からいただいたお悩みです。はじめまして、大愚和尚様。いつもためになるお話をありがとうございます。大愚和尚のお話を聞き、素直であることを心がけて前を向いて生きております。大愚和尚の声を聞くだけで心が静まり、平和な気持ちになることができます。おかげさまでだいぶ楽に、そして素直になったと思います。本当に大愚様、スタッフの皆様に出会えることができたことを感謝しております。しかし私は未だに溺れるような苦しみに苛まれることがあります。生きづらく、右にも左にも前にも後ろにも行けず、お金もなく耐えるのに精一杯という時間が多いのです。そこでいろいろと考えたときに、大愚様のお名前の大バカ者というのがすごくキーワードであるのではないかと思いました。私は自分でもすごくプライドが高く、それが邪魔していると思うのです。改めて大愚という名前、その意味について教えていただけないでしょうか。ここで少し私の話をさせていただきます。私はとても緊張感の強い家庭で育ちました。両親ともに健康で金銭的にも恵まれていた方ではあると思うのですが、特殊な家庭であったと思います。父は父の母、私から見れば祖母が重度の統合失調症であり、母の愛を一切受けずに育っており、とても自尊心の低いコンプレックスの多い人です。私はそんな父から道具のような扱いを受け、父の思った通りに行動しなければ存在できないような状態でした。母はそんな父に従うだけで私のことを守ってくれるということはありませんでした。でも私は両親のことを恨んでいるわけではありません。両親のことを愛していますし、育ててくれたことに感謝しています。両親を変えたいとも思いません。両親はもうすでに十分頑張って精一杯生きてきたのを知っています。だから両親に対する負の感情は全くありません。ただ、どうしても払拭できない自分自身の苦しさをなくして明るく楽しく思いやりと優しさを持って生きていきたいと思うのです。私は何もできない人間です。優しくもありません。強くもありません。これといった能力もありません。お金もありません。体力もありません。小さな子供に対してすら緊張します。恋愛も不倫やら年上やら続かないような関係ばかり持ってしまいます。だから人からバカにされても当たり前なのに、バカにされないように虚勢を張り、それでも蔑まれているような気がして、変に自分を守って自分をよりよく見せようとします。なので人と仲良くもなれません。何もないということを認められないんです。だけど本当はそこを捨てたらいいのかなと思うんです。私はゼロなんだと認められたら楽になるんじゃないかと。楽に身軽に素直に前に進んでいけるんじゃないかと。もちろん大愚様は大変な修行もされて、こんなに多くの方に対して愛を示し、会社も経営なさっていて、実際は私が言うような大愚などではないと分かっております。けれど、このお名前にヒントがあるのかなと思うんです。私も大バカ者になって、笑って優しくなれるのではないかと思うんです。だけれど、それが一体どういうことなのかわからないのです。どうやったら大バカ者になれるのか、何が大バカ者なのか。私はそれなりに苦しい中、精一杯生きてきた自負があります。歯を食いしばって生きてきました。努力もしました。きっと多くの人が経験しない苦しみも味わいました。あんなに頑張ってきた私を何もないなんてどうしても言えないんです。だけど周囲はそんなことわかりませんし、分かってほしいと求めること自体が苦しみです。でもやっぱり分かってほしいと思ってしまう。このループにはまるのです。素直に前に向かってもっと身軽に優しくなりたい。自然に笑顔で柔和な女性になりたいです。
プライドや執着を捨てて等身大の自分を認める方法を教えていただけたら幸いです。最後に改めてこのような場をくださり本当にありがとうございます。このような場があるというだけでどれだけ救われるか、涙が止まりません。皆様のこれからのご発展を願っております。大愚様、スタッフの皆様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ある著名なお坊様が残した言葉に、大愚は大賢に勝るというものがあります。大愚は大賢に勝る。大バカ者であるということは、時として非常に賢いということに勝る。これを通常皆さんが考えてらっしゃるような賢さとかおバカさとかという感覚で捉えると、多分大きな間違いになるんだと思うんですが、大愚という名前は私もこの一問一答で何度も話しているかもしれませんけれども、私のお師匠さんからいただいた名前です。私がちょうど修行にご本山に行っている時ですね、23歳ぐらいの時でしたかね、ご本山に修行に行くと、そうすると最初、新聞もテレビもそうですし、一切の情報から遮断される時期があります。修行道場に入って、そしてもちろん家族とか友達とか恋人とか、当然そういう人たちにも連絡も取れませんし、それどころか新聞もテレビも、雑誌も何もないんです。何も見れないんです。だから外部の情報から完全に遮断されて、自分を見つめるという時期があります。それが約3ヶ月ぐらいした後にですね、1枚のハガキをもらって、一応お師匠様に、禅寺のその修行は私修行に行きたいですって言って勝手に門を叩いて入れてもらうってものではないんですね。やっぱりそのどういう人が来るかってことが分かりませんから、お師匠さんっていう人に、僧侶の資格を持ったお師匠さんという人に推薦をいただいて、うちの弟子がこういうことで修行に行きます、受け入れてくださいということで、ようやくその手続きとしてね、修行道場の受け入れというものがなされるわけですけれども、そのお師匠さんに、ご修行にこうやってね、私の弟子です、お願いしますということで、お師匠さんからもお願いがあって修行に受け入れるもんですから、3ヶ月一応過ぎるとハガキを渡されて、こういうことで、元気にやっておりますということで、お師匠様にお手紙を書きなさいということで、ハガキを1枚だけもらって、そこで師匠に手紙を書くんですよ。で、私修行に入った時に本当にお恥ずかしいぐらい自分が荒れていたんですね。で、皆さんと同じように、他の人と同じように修行をしてるわけですよ。で、自分の選択で修行道場に行ったわけですね。けれども、ものすごく一生懸命自分が頑張れば何か悟りが開けるとかね、何か分からなかった人生の疑問が分かるとか、私も修行に行くからには中途半端な覚悟で行くっていうことはしたくなかったので、出家という本当のね、全てを捨てていくというところまで行きませんが、当時持っていたものも全部手放して、アパートも引き払って、自分が大事に思ってたそういったことも、いろいろな本とか物とかそういったものも全部手放して、お恥ずかしい話ですけど、当時お付き合いしてた人とも別れて、そして実は修行に行ったんです。で、もう心が引き裂かれんばかりの思いで、でもね、やっぱり自分が修行に行くんであれば、そういうつもりで修行に行かなければ何も得られないと思って、もうそう逃げ出したくなるというか、その自分の欲とかね、小さな執着にもうすがりついて
髪の毛剃って修行に行くわけですけども、ない後ろ髪をもう引かれながら行くっていう状態で修行に入りました。3ヶ月自分なりに一生懸命修行したりして、でも心の苦しみが座禅をして修行道場に行って完全に外部との情報を遮断されて心が平穏になったかって言ったらとんでもない、ますます荒れ狂うんですね。それはもう外部の情報が入ってこないし気が紛れることがないからです。自分の心のもう荒れ狂った日本海のような状態のまま毎日が過ぎるんです。でそこに面白おかしいことや何かこう楽しいことって言いますかね、気が紛れるようなことがあればいいですけど、さらにそこ修行道場入ったばっかりですから、もう寝れない食べれない休めない怒鳴られる殴られる、いろいろあるんですけども、修行の時なので心身ともにくったくたになるわけですね。でくったくたになってその自分の世俗の世界といいますか修行道場に入ってくる前に自分がこう残してきた未練っていうものを全てこうあまりにくったくたになってで全部忘れてしまえれば、一時期でも忘れてしまえればいいんですよ。ところがね、そう思って自分の体に鞭打ってもうバカになって修行をやろうと思うんですけどくったくたになって本当に夜寝てる時間よりも苦しみながらもだえているっていう日中の時間の方が長いんですね。禅寺朝早いですから朝4時に起きるってなったらそのもっと前ですよね。1時間とか2時間前とかに起きなければいけないんですよ。で寝る時間ってほとんどないんです。で布団の中に入ったらクタクタですから布団の中に入ってそれで布団を自分のとこにかけたと思ったらもう朝の心霊といってこうベルが鳴るんですね。修行僧の人がバーッとお寺の中を大きなベルを持ってこう走り回ってみんな起こすわけですけど、本当にこう布団をかけた瞬間にベルが鳴るっていう感覚です。だからこう少しでも夜の眠りで自分の傷が癒されればと思うんですけど、くたくたになればなるほど夜が一瞬で朝はそれこそもうね3時4時から起きてるわけですから、もう夜中一応夜9時に就寝ということになってるんですけれども、実際夜9時に寝れないんですよ。夜9時になって一応公には就寝時間というところになってから自分たちの使っているトイレとかそれから仕事の申し送りを筆で書き写すわけですけど、トイレ掃除にしてももう合格しなければトイレ掃除を終わらせてもらえないし、それから自分の仕事を覚えていくためにこう公務帳っていうのをこう書き写すわけですけど、書き写すのも全部筆で一字間違えたらまた全部書き直しなんですよ。でそういうのもねもう合格できるまではちゃんと先輩に OK もらうまではですね、終わらせ寝れないので、要領の悪い人だともう本当に夜中1時2時にようやく布団に入って、そして朝はまた3時に起きるとかいう感じなので、もう何でしょうね、寝てる時間より圧倒的に起きてる時間の方が長いんですよ。で起きてるっていうことはやっぱりこう思考が働きますから、いろいろああでもないこうでもないって考えるんです。だからもう本当にこの起きてる時間が苦しくてで1週間、10日で私空手をずっと学生時代やってたので体重が75キロぐらいあったんですよ。で身長そんなに170センチぐらいであんまり大きくないんですけれども、体をやっぱりね大きくして筋肉をつけて、空手の打たれ負けないようにしようということで筋トレをいっぱいやってっていうことをやってたので75、6ぐらい体重が当時あったのかな、修行に行ったタイミングで。ところがそれが1週間で多分10キロぐらい落ちてるんじゃないですかね。
多分2週間で62、3キロぐらい台までに多分なってるはずです。だから相当もう一緒にして体重も落ちて、で活気になってね、でもう激痩せして、体調もそうですし精神もそうですし、もうギリギリの状態の中でやってるという時期が、あったと思います。けれどもそうやって自分の体に鞭打てば、心のその苦しさっていうものを忘れられるだろうと思って、自分でも頑張ったわけですけど、とんでもない、それで苦しくなるどころか、その禅寺での初めての体験、寒さ、食べれなさ、寝れなさ、いろいろなことに悲しいかな、慣れてきてしまうんですよ。ね、なんとなく手抜いてるつもりではないんですけど、やっぱり初めての極度の緊張っていうものから徐々にパターンに慣れてくる。でそうするとね、この心っていうやつはまたさらに高度に自分の捨てられない執着をこねくり回してね、そしてなんとかその元の世界に戻ろうとするわけですよね。でそれで3ヶ月が過ぎ、お師匠さんに手紙を書いた時に、私は苦しいって書いたんです。この修行をして自分の心がお坊さんの修行をして楽になると思ったら、全然楽になるどころか苦しくて苦しくて仕方がないと。でこんな修行をしてて意味があるのかどうかってことを書いたんですよ。そしたら返信も来なくて、で半年ぐらい経った時ですかね、また私手紙を書いたんです。一生懸命自分なりに修行しているつもりですと。けれども苦しいということでね、それでもうどうしてもいたたまれなくなって、それで、あるもう20年ぐらいご本山にいらっしゃる修行の先輩にですね、あんまりこう新参者が来やすく声かけてってペラペラ喋るっていうようなことは許されない世界なんですけど、ちょっとしたきっかけを見つけて「すいません、どうしても私本当に苦しいんです」って、このまま修行してて私は本当に楽になれるんでしょうかっていうようなね、自分なりに一生懸命修行しているつもりですけども、本当にこんな修行してて自分は楽になれるんでしょうかって、もう本当にいたたまれなくなって、そのお話を相談したんですね。相談というかそういう質問を投げかけたんですよ。そしたらその方が「そうか」って言って「君入ってきてどれだけだ?」って言われて「いや私は半年ぐらいです」って、ようやく半年が経ったところです。でそしたらその20年もいる方が「そうか」って言って「私は20年いるけどいまだに苦しいよ」って言われたんですね。そのことの意味がどういうことか分からなかったんですけど、当時その時私はねって思ったんですよ。20年もいてまだ苦しいんだっていう、少し気持ちが楽になったっていうと同時にね、でも20年いて先輩たちが苦しいっていうんだったら、私これずっと苦しいままなのかな、だったらこの修行道場にいることの意味ってあるのかなって、ますます苦しくなってしまって、一瞬その話聞いた時にね、20年いらっしゃる方だったらでも苦しいんだから、たかだか半年でそりゃ何が分かったかったら分かるもんじゃないの。それは分かるんですよ。頭で分かるんです。だけど自分の感情がついていかないっていう。でそれでね、また改めてお師匠さんに何度か手紙を書いて、この修行を一生懸命自分なりに頑張ってるんだけれども多分それも思い上がりですけど、同期で入ってきた同じ修行僧から比べて誰よりも真剣に修行しているというつもりで自分は修行してますと。だけど苦しいんです。だけど全然心が楽にならないんですっていうことを手紙を書いたんですね。そしたらしばらくしてお手紙が戻ってきて、返信が来て、でそこにね「落ちろ」って書いてあったんです。落ちろ落ちろって書いてあったんです。で落ちるところまで落ちきったら落ち着くと。で実はそれまで私お坊さん名、師匠からいただいたお坊さん名は仏道元正だったんです。でこのお坊さん名をねやめて、今日からお前は大愚だって書いてあったんです。で大愚元正に宗名を変えるって言ってね、落ちろって書いてあったんです。
それでもうその手紙持って私夜中にね「畜生なんで分かってくれないんだよ」ってねえそんなに苦しくて意味がないんだったら修行道場から出していただくっていう許可がもらえるかなと思って書いた手紙だったんです。というのは修行をやめる時も入る時にお師匠様の推薦があって入ってますから、自分が、やめますって言って勝手にやめることはできないんですね、修行をね。そこから離れることはできないんです。ですから修行道場から逃げていく子たちってもいたりとかするんですけれど、でも自分で「はいもうやめます」ってそんな自由はないわけです。で唯一出していただける方法はお師匠様から例えばどうしてもいろんなことの事情でうちの弟子を返してほしいということがあったら返してもらえるので、そういうことを小耳に挟んだもんですから私の手紙を書いてお師匠様に一生懸命訴えてもう修行道場をねから、やめさせてもらおうと思って書いた手紙でそれに対して返ってきた返信が落ちろだったってことです。もうほんとそれでね「畜生なんて分かってもらえないんだよ」と。本当にここにいてこんなところにいたってダメなんだって全然楽にならないし全然一生懸命修行してても僕はそのことで、ね、立派な人間になれそうな気がしないとかなんかものすごい子供のわがままみたいな今思えばねことをやって抵抗しようとしてできる限りの抵抗をしようとそしたら落ちろだった。そして大愚という名前が来た。で夜布団の中にその手紙を持ってね悔しさといいますか自分のわがままが通らないことに対してのあがきをしてそして布団の中に入っていたら疲れ切ってるのに寝れないんですよ。だけどだんだんなんか涙が出てきてねで布団の中でずっとひとしきり泣いてそのまま声をね押し殺して泣いて次の日の朝になったんです。でもね次の日の朝になったらなんだかわからないんですけど心がすごく今までとは違う完全に楽になったっていうことじゃないんですけど今までとは違う感覚が自分の中に芽生え始めたんですね。それねなんでかなっていうことはその時は分からなかった。でも今はそのことが分かるんです。それは何だったかというと修行道場に行って自分なりにたかだかその時半年ぐらいですけども一生懸命やったんです自分なりにね。でそこには半分自分の修行に来る前のいろんな未練っていうのもあった。もう本当そうだったんです。だけれどもやっぱりこのままではいけないと一生懸命修行しようと思った。けれどももう何かね周りにもあまりにもすごい人たちがいっぱいいてそしてまたそのご本山っていうところ行くとお釈迦様であったりとか私の場合は禅のね教えなのでその禅のいろんなお坊さんたちの像があったりとかほらとてつもないご修行なさってとてつもない人たち先輩方の後を自分も修行して追ってるっていうことが分かるわけですね肌感覚でね。でこれ俺みたいな人間が一生懸命修行してもお釈迦様になれっこないとかね一生懸命自分みたいなのがやっても何々さんみたいななれっこないし周り見たら優秀なやついっぱいいるしっていう自分はとてもこの自分のいろいろな心の葛藤っていうものを捨てきれないなっていうようなことも思ってたんだと思うんです。でどうせなるんだったら立派な坊さんになりたい。だけど立派な坊さんにはどうもなれないなって。でそれが大愚という名前をいただいて俺これでいいんだってちょっと思ったんでしょうね。なんか立派な坊さんになろうとこんな全然なれない立派な坊さんになろうと思ってるけどもそうなれないっていうことが自分にとっては苦しみだったんだなと一つの。でもその部分だけでもそうなれなくていいんだと今バカでいいんだ。でお師匠さんの手紙にねお前はねバカなんだからと愚かなんだ。でもその愚かさを超えて大愚かになれ要するに大愚になれっていうことが書いてあって
それはどういうことかわからなかったんですね。でまたそれがとてつもない大きな意味を含んだ言葉だってこと当時はわからなかった。でもちょっと楽になったんですよ。でなんだかんだ言って一通り、区切りを経て修行にも戻ってきた。修行から戻ってきてね、ちょっと大きな事故があってあばら骨を折ってしまったんですよ。でそのことで、全治何ヶ月ということでね、みんなと同じような修行ができないということもあって、それで一旦修行を区切りにしてですね、そして、戻ってきて、でそこから、大学院に行ったんですけれども、でもだんだんそれから時間を重ねるうちにね、その大愚になるってことはとんでもないことだなっていうことがだんだん見え始めて、で私は今まだ大愚というその境地に至れないけれども、そこへ自分の理想としてこのお名前をいただいたということを師匠さんにものすごい感謝してます。でまた私の使命は生涯をかけてこの大愚の道というものを自分で極めていくっていうことが私の一つの使命であり課題なんですけど、ロロコさんの問題は何かというと、それはね、一つは自分の結果の出ていない頑張り、自分の結果の出ていない過去の頑張りに努力にすがっているっていうことです。大愚の話を意味を解説するっていうことが、それと今のロロコさんの問題と何が関係あるのか。大愚ということは簡単に至れる境地ではないということをまずご理解ください。大バカ者であるっていうことは、ロロコさんがそれが考えれば考えるほどどういう意味だかわからないんですっていうぐらい、確かに非常に分かりづらい境地です。で言葉で何かこれをこうだよって説明しても、その状態に至ってなければそれは分かったってことにはならんのです。何か一つの料理を食べて、例えば辛いカレーを食べたとして、これがどんなに辛かったかっていうことを、この辛いカレーを食べたことがない人に一生懸命説明をしても、所詮言葉は言葉の範囲の中から抜け出ないわけですよね。その人の体験というものの中にそのカレーを食べた辛さがなければ、それは分かったってことにはならないんです。大愚も同じで、大愚という境地はその大愚という境地に至ったことがなければ、それは大愚ということが語れない。まずロロコさんの問題は、結果の出ていない過去の努力にすがっていることっていうことを言いましたけど、その大愚の境地、なんか大バカ者っていうところにヒントがあるんじゃないかって、非常に鋭いところに目をつけられたと思います。自分の何かこのプライドが自分の前に進んでいくっていうことを邪魔してるんじゃないかっていう、そこに気づかれたっていうことは本当に素晴らしいことだと思うんです。けどいきなりその大愚っていう言葉、大愚の境地にストレートで入ろうっていうのはちょっとやっぱり難しいですね。例えばテニスに目覚めて、テニスってなんて楽しいんだ、いきなりウィンブルドンで優勝しようって、そう思ったら簡単じゃないっていうのは分かりますよね。いきなりね、器械体操に目覚めて、今度の東京オリンピックで4年間で優勝しようって、それ不可能じゃないかもしれないけど、不可能です。ほぼ多くの人にとっては。でこれがもし不可能でないと、自分にとってね、不可能でないと思うのであれば、それはやったことがないから。ある一定の成果が出るところまで極めていこうと思ったら簡単ではないということは、何か一つの物事を突き詰めてやったことがない人にはわからないんです。それがどんな世界なのか。テレビで見てるとできそうな気がしますよね。例えば大相撲を見てるおじいちゃんたちがね、あそこでやられちゃダメだよ、ダメだとかって言うんですけど、じゃあお前やってみろっていう世界です。それはやったことがない人にはわからないですよね。そんな簡単なもんじゃないです。スケート見てて、スケートのね、羽生選手がなんか4回転とかジャンプするとか言ってね、なんか見てると、わあ綺麗な、俺もやってみたいなと思ったらスケートリンクやってみてください。もうできないですから。
同じなんです。大愚という境地に至りたいと思ってもそう簡単には至れるものではないっていう。でまたその大愚という境地がどういうものなのか言葉で説明されても、それはどんなに説明されてもはいイコール分かりましたということではないということです。ですから何かしら自分が賢さを装ってね、スマートな人に見られようという感覚でいるということよりは、自分がバカだと、自分は何もないんだっていうことを認めた方が素直な気持ちになれるし、すっきりした気持ちになってこれからのことを頑張れるんじゃないかって思ってらっしゃるロロコさんの感覚は素晴らしいと思います。その通りだと思います。けれどもイコール大愚の世界にいきなり私がそれを話を説明をしたところで入れるかったら入れるもんではないということも考えています。でじゃあどうしたらいいのっていうことの前にロロコさんの問題は何かというの、それが結果の出ない努力をしているということなんです。そして面白いものでね、人間って本当にそういう意味では愚か者だなと思うんですが、自分が結果の出ない努力を空回りでやればやるほどその結果の出ない努力にすがるんですね。これはロロコさんに限らずみんなそうです。何か一つのことをやってそれを本当にね、人一倍自分なりに努力をして工夫をして一生懸命頑張って全然結果が出ないっていうことは、やり方が間違っているか、そもそも取り組もうとしている分野が自分に合ってないか分かりませんけれども、いろんなことあるんでしょうけど、結果の出ない努力の延長上に結果が出ることはないんです。ここにとらわれてしまうというのが多くの人たちの陥る悪循環ですね。この一問一答の撮影していると時々、今日なんかもこれ窓が開いているんですね。でこうやって窓を開けて撮影してたりすると、外からハエとかハチとか時々鳥が入ってきて、そして中に入ってきてね、こうやって人がいたりするものですからびっくりしてね、一生懸命外を出ていこうとするんですよ。ですから出ていこうとするときに閉まっている、入ってきたところじゃなくて閉まっている窓ガラスの方に向かって飛んでいって、で一生懸命この窓ガラスのところで外へ出ようと思ってこうぶつかっては私たちが逃がしてあげればいいですけど、気がつかずに部屋の中に入ってきてね、出れないまま一生懸命透明な窓に向かって出ようとしてぶつかっている。でそういう虫たちが死骸になって落ちてたりします。そのようなことを人間はやってしまうんです。一生懸命努力をすれば報われるよって。努力は必要だと思いますよ。創意工夫は必要だと思います。そして簡単に物事の成果は出ない。でもそもそも透明な窓に向かってそれが外に通ずる道だと信じて、その窓に何度も何度も激突しながら向かっていくっていうことを、これは賢さですか？これは愚かさなんですね。でこの状態の愚かなことを徹底してやることを大愚というわけではないです。これは本当の大愚ではない。ただの愚か者です。今の例え、これはなんとなくわかるようで、実際自分がその見えない、一見透明に見えるね、その外に見える窓ガラスに向かって部屋の中から外へ飛び出そうとしてぶつかっているという状態に今自分があるということは、その状態にある虫たちには見えないんです。どこが閉まっていてどこが開いているかということが分かって見えている人にしか見えないんです。だから禅の修行者というのはたった一人では修行しないんですね。お師匠様という人について、そしてそのお師匠様、自分が見えてないことが見えているお師匠様に素直に、その人が右と言われたら右、左と言われたら左、そこに素直に従って教えを聞いて修行していくという素直さが必要だし、そういった先生を求めて、師を求めて昔の修行者というのは世界にまで出ていったんですね。ロロコさんが過去の自分の努力ね、
もう人一倍自分で努力してきた。あんなに人より苦しい思いをしてきた。それが捨てられないんですって言って。これはまさに窓ガラスから見える外の広々とした大自然に戻りたいと願って、透明の窓ガラスに衝突を繰り返している小さなハエに過ぎないっていうことです。それを捨てられないんです。私はここから出れると思った。その思いに捨てられないんです。で、何度も何度も窓ガラスにぶつかっているうちに、窓ガラスが割れて、そしてハエが出ていくということが仮に何かのきっかけで確率としてあったとして、ものすごい低い確率ですね。ハエさん、そこはガラスですよと。あなたが入ってきたこっちの開いてる窓から出てくださいって。私がどんなに声をかけても多分ハエは同じところをぐるぐる回ると思います。運よく自分で違った道を模索して開いた窓から出ていくというラッキーなハエもいますし、無理やりこれはかわいそうだと思って私が捕まえて、そして開いた窓から離してあげるということをされる。どっちかしかないんですね。今自分がぶつかっている道がこのままの延長線では結果が出ないということに気づいて、全く違った考え方、全く違ったやり方、全く違った場所、全く違った感覚を求めて行動を起こしてみたり、心持ちを変えてみようとしたり、あるいはお師匠さんにお願いして、私はこんなんです、もう無理やり首根っこ引っかめてもいいから、この今窓ガラスに激突していながらまだその窓ガラスに執着をしている自分というものを何とかしてくださいと、叩かれようが殴られようが叱咤されようが、そういうふうにしてお願いをしてその道に飛び込む。どっちかしかない。さて、ロロコさんの問題は、自分のお金もない、いろんなこともうまくいかないっていう、だけど頑張ってきたっていうところにしがみついている。これが一番大きな問題です。でもおそらくもうロロコさんそのことに気づき始めてらっしゃるんじゃないですか。だからこのような YouTube でね、私の番組を見つけて、そして何かヒントをもらえないかと思って私に多分質問くださったんだと思うんです。さて、処方箋です。何かその自分を変えていくヒントが大愚という言葉にあるんじゃないかということをおっしゃったんですが、この大愚というところへ至ろうとするのは非常に難しいですね。難しいです。で、大愚というのはいろいろな解釈あるんですけど、そこへ至るのは難しい。なので私はよく弟子たちにも言ってるんですけど、大愚を目指さず、そこにでも惹かれるのであれば、ね、大愚はいきなりは難しいですよ。中愚、小愚、もっとちっちゃな世界を私微妙の美と書いてビグと呼んでるんですけど、まずビグになってごらんっていう話をしてます。いきなり大愚は難しいと。で、じゃあビグと小愚、中愚、大愚というのは何が違うのかって言ったら、この段階はまず一つは素直さの段階です。素直っていうのは素晴らしいことです。おそらく人生を生き抜いていくのに一番根本的なね、要素として素直さを持ってるっていうことはもう必須条件なんです。でもみんな素直になれないんですね。そして結果の出ないあがきをずっと続けてる。私は自己啓発家ではないので、自分はこの一問一答でいろんな話をして皆さんね、ありがとうございましたって言ってくださる方もあるし、逆にね、なんで坊主が分かったようなことを言いやがってって言ってクレームをする人もいます。でもいろんな人いるんですけども、この一問一答で私が話しているということは私にとっての本文ではないんです。私はここで話しているっていう、どんなに言葉を尽くしても言葉上のものでしかない。そのことによって何か救われるきっかけができるとか、癒されるきっかけができるということがある人があったとしても、そのために私はやってるということではないです。ここをきっかけにして、もう皆さんが自分でそこは掴んでいかなきゃいけない。だから時々ね、
私の話はいい話ですけど具体的な解決ではないですねっていうことを指摘してくる賢い人がいるんですけど、そりゃそうです。私はあなたではないし、ロロコさんではないし、これを見ている視聴者さんではないんです。私はあなたの人生を生きることはできないし、私はあなたの人生を変えることはできないです。変わるんだったら自分で変わるしかない。私はこのビデオを撮っている時間以外の膨大な時間を自分の修行のために当てている。自分が小さなハエに、愚かなハエにならないように具体的に生きていくということを毎日泥臭くやってるわけです。さて、ロロコさんへの処方箋は大愚を目指さずにビグをまず目指してください。そしてこのビグっていうものを目指そうと思った時に必要なのが素直さなんです。あなたの今向かっていこうとしている、その向かっている道は違うんですよっていうこと、それが見えている人から指摘された時に、いえ、そんなはずはないと思います。だって私ここ一生懸命頑張ってきたんですもん。でもちょっと10センチずれてみ、そこ空いてるからって言われてるのに賢い人というのは自分の賢さにすがるんですよ。認めたくないんです。自分が考えていること、自分がやってきたこと、自分が今ここで感じていることっていうことが大事なんです。で、それが合ってる間違ってるじゃなくて、結果が出てないんだからちょっと10センチ横にずれろよってずらしてもらうことを嫌うんです。でもそれを誰かがアドバイスを見えてる人からされた時に、相変わらず開いてない窓ガラスにガンガンぶつかって、私はこうやって頑張ってきたんですもん、こうやってやってきたんですもん、他の人の意見を聞いたら負けちゃう気がするんですもんってやるんです。これが賢い人なんですよ。よくね、時代を変えていくのはよそ者、若者、バカ者とか言われるんです。その場所にいて私は誰よりもこのことをよく知ってると。私はずっと苦しんできてこの私と生きてきたんだから私のことを誰よりも知ってるって言うんです。でも実は自分が自分のことを一番見えてないということがあったりする。自分が自分のことを本当に見えているようになったら結果が出るんですよ。そうですね。職人さんでもスポーツの選手でもビジネスをやってる人でもそうです。やっぱりね、何かしら成果を出している人というのは自分をよく知ってますよ。自分はこういうことをやったらうまくいく。でもどんなにお金を持っててもこの分野に手を出したら苦手だからうまくいかないということを知ってるんですよ。何でもうまくいくんじゃないんです。美味しい料理人はナス1本、人参1本のそのままの素材の味を知ってますよ。それはマヨネーズかけたりチリソースかけたりなんか濃い味のとんかつソースかけたりしてごまかさないんです。そのものの素材の性質を知っているから、そのものの性質の良きところ、そして足りないところ、いろんなところがあるわけじゃないですか。一個の何かものや個体の中には、ましてや人間の中にはいいところもある、悪いところもある、ね、長けているところもあれば足りないところもあるわけです。雑なところもあれば丁寧なところもある。いろんなことがその人の一個の人間の中に内在してますね。で、この中で良きものを伸ばし、そして足りなきものっていうものをちょっとね、悪しきものは少し抑えてというようなことは自分で自分にできるような気がしますけれども、何十年も生きてきた。それはできない。それができる人っていうのは何らかの形で自分の身の回りに自分の創意工夫の成果がすでにできてるんです。でそれがロロコさんを振り返ってみたときにできてないっていうことはどういうことかって言ったら、結果の出ない頑張り、それをやってきて、そしてなおその結果の出ない頑張りにまだすがろうとしている。だから何か大愚ということがヒントになるんじゃないかと多分ね思われたんだと思うんです。すごい感性だと思いますし、ここが一つの転換期、ターニングポイントになると思います。ですから私ロロコさんに処方箋としてお伝えしたいことは何かって言ったら、今そうやって自分の中に出てきている感覚ね、それはどういうことかって言ったら、ゼロに戻りたいと。ゼロに戻りたい。要するに素直になりたいっていうことですね。この素直さがまさに大愚っていうことです。
大愚になったら究極の素直です。究極の素直です。ね、自分っていうものがもう徹底的に捨て去ってますから。ですから、ここに来て冒頭の言葉に戻ります。大愚は大賢に勝る。これをその境地は分からないけれども、無理やり言葉でなんとなく分かったような感覚になっていただくために、無理にですよ、説明をするのであれば、あるとすれば、何にもないのに一生懸命自分を取り繕って、自分はできる人に見せよう、自分はかっこいい人に見せよう、自分を優しい人間に見せよう、自分を美しい人に見せよう。そうやって一生懸命女の人でも化粧したり物持ったり可愛く振る舞ったりするわけですよね。だけれどもこういう努力のことを大賢と、非常に賢い人、そのように皮肉って禅では呼んでるわけです。それに対してもちろんいろいろお化粧してきれいであるってことはいいことですよ。でもね、それ以上に自分の本質の部分の心の中が、それを自分の常識とか世間の常識とか、それから自分の中での執着とかプライドとか、いろいろなさまざまな境界線とか、いろいろなルールとか、なんか世間でこう言われてるという体裁とか、そういった見栄とかね、エゴとかっていうことを超えて、世界に愛を与えたいと思ってる、世界に慈悲を与えたいと思ってる、そういう女性が私は本当の美しい女性だと思ってます。けれども一生懸命自分が可愛いふりをして、一生懸命自分が美しいふりをして、一生懸命自分が優しいふりをして、一生懸命自分の評判を守ってる、そのような賢さに対してちょっとでも、いやそういうことではないという本当の美しさ、本当の優しさ、本当の素晴らしさっていうものを求め始めたらビグに入るんです。でもそのためには素直さがいるっていうことです。そうですね。それはそのように自分の持っている執着を捨てて、そして大愚の言葉を受け入れていこうと思ったら、そしたらそこには素直さがいるっていうことです。いろいろ取り留めのない話してしまいましたが、感覚で感じていること、自分がその境地に至るということと、言葉で聞いてなんとなくまた賢い自分に余計な知識を入れてどんどん賢くなってしまう。で、そうなってしまう悪循環に入らないでほしいんですね。けれども、イメージしていただきたいこととしては、部屋の中に迷い込んだハエだとちょっとかわいそうかな。蝶々かスズメにしておきましょう。ロロコさんが、私は部屋の中に迷い込んだ小さきスズメだと。ね、ハエじゃかわいそうですもんね。で、そのスズメが窓ガラスに向かって一生懸命ぶつかってあがいてるんだって、それが今の自分なんだっていうことが分かればいい。でもどっか開いている窓があるんですよ。入ってきたんだから。で、この開いてる窓を探してみるためには素直さがまず必要。そして自分の過去の頑張ってきたんですっていう、窓ガラスのに何度私激突したん、この窓ガラスはあと一息で割れるんですって、もうそういう愚かなことはやめなさいっていうことです。本当に素直になるということは全部捨てるっていうことです。それができた人間だけがわずかに空いている自由な世界への出口を見つけることができるっていうことですね。さて、そんなことでロコさん、そこに気づかれている、なんとなく気づかれているということは大きな救いだと思います。ぜひね、そこを目指してもうちょっと苦しいかもしれませんが、落ちるところまで落ちてください。落ちるところまで落ちきったら落ち着きます。そこからビグへの入り口が始まると思います。大いに応援しています。頑張ってください。